こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りあり。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、逆襲し終わったシャーことクワトロさんを拾ってきました。逆襲し終わったオールバックシャー大佐が仲間になることはありますが、まさかその後クワトロになって戻ってくるとは誰が思ったか。お前本当にどんな顔して戻ってこれたん？これは龍馬と工事が切れるのも無理はない。クワトロは今後結構強制出撃のステージが多めにあります。なおそれ以外の出番があるかはわからないけども。必中があるのはいいんですが、それ以外の性能がどうにも使いづらい。ということで今回向かうのはシャイアン。昔からここずっとジャイアンと見間違えてる。アムロの引きこもり先かと思いきや空き地のリサイタル会場だったかもしれん。お前とアムロは距離感がおかしいんだよ。アムロというより大体シャアの距離感がバグってるよなまあ。アムロと真剣勝負がしたくてアクシズを落とした男だ。面構えが違う。そしてリガミリティアにもなんか潜ませてるらしいです。ネオジオン時代のつてなんでしょうか。なんで部下は放置でそっちには連絡取ってんねん。シャアの恥。これですか？恥なんてもんじゃ済まないもの出てきちゃったよ。シャアの恥って言われて一番最初に思いついたのがこれだったんだよな。ヨナたち奇跡の子が見たのはオーストラリアに落ちたコロニーなので、一番最初のブリキッシュ作戦の時のことですね。これシャアが話せることなんてあるんか？ということでララーいつもの謎空間。なんかまた不思議な SE 音が追加されましたね。ということで今回の引きこもりはチェーンが一緒にいます。ベルト落ちか？いやこれ劇場版逆襲のシャアなんで。ということでアムロさんがどうやってアクシズショックから帰還したのか。結論、なんか普通に宇宙に漂ってたので拾われました。どっかぶっ飛んでって遠くで見つかったとかでもなく、なんか普通にいたらしいです。そして疲れたアムロさんは引きこもって機械いじり真っ最中。まあ趣味に没頭できて、チェーンっていうパートナーがいてだったら、こんな生活を望んでいたのかもしれないとかなるのもわからなくはない。いやいやいや。ニューガンダム、ユニコーンとヘテサイコフレームがヤバいものって分かった上で、かけらなら許されるかなとはならんやろ。ダメ死んじゃうする気なんかお前は。これが趣味の機械いじりの成果というものだよ。アムロレイの回路とかいう強化パーツついてても疑わない。ということでシナリオスタート。敵は機械銃。こちらはアムロの初代ガンダム短期です。なんもなしで機械銃相手とはいえ 76% 叩き出したぞこの男。これがシャアとの差ということなんでしょうか。まあ命中率はいいんですが、短期で戦って勝てるわけもないので、
ひとまずイベントが起こるまで逃げ回ります。逃げ回りゃ、死にはしない。ということでネオジオン登場。しかし綺麗に機械銃だけを狙ったもんだ。なんだこのネオジオン兵。マジで無駄にかっこいい。なお安室さんに一周されます。これがシャアを総帥として見てるか、変タオ本を本シャア個人を見てるかの差ですかね。そんなわけでギラ動画ですが、さすがに回避率が高い。こう見ると機械銃との差がとんでもないですね。当たる気しない。安室は必中を持っていないので、おとなしく逃げましょう。そもそもあんな数、ガンダム短期で勝てるわけがない。はい、そんなこと言ってたら味方増援到着です。機械銃から逃げ回ってた時間が長かったからか。ネオジオン戦ではすぐ来てくれるみたいです。助かる。出撃枠が一機なんとも言えない感じだったので、適当にシャアでも出撃させておきます。テンション上がりすぎかこいつら。よしじゃあお前もゲッター1に乗ってこようか龍馬。そしていつものごとく一瞬でシャアがいることを察する安室。相変わらずですねこの人たち。まあ意識してないのに名前呼んじゃうぐらいですから。ということで味方増援到着。ここからがようやく戦闘開始です。とりあえず敵が多いので、1機ずつ減らしていきましょう。すみません引きこもり生活満足してました。バレバレである。今は俺一人でゲッターチームだ。ゲッター戦を直接ぶち込んでやる。その名の通りにスーパーだということか。受けた恨みは忘れない。頭を押さえる。もっとだドラゴン、お前の力はこんなもんじゃねえ。はいということで今回のステージですが、絶対にやらないといけない大事なことが一つだけあります。それは、安室で敵を4機撃墜すること。これが絶対です。これをやっておかないと、後々絶対後悔するので、何があっても4機は落としておきましょう。なお、1094しか残ってない敵を分析をかけても落とせない模様。ガンダムの攻撃力の低さがエグい。いやギラ動画が底力込みで硬すぎるだけなんだけど。どうにもこれ以上いい感じに減らせる奴がいないので、困ったことになった。誰かバルカンをくれ。ということでなんで安室で4機撃墜する必要があるかと言いますと、スパロボ30では後継機乗り換えステージの解放条件が、撃墜数依存なものが多いです。うっそとか、工事がいい例。そしてそれは安室も同様。そのステージの解放のためには、安室の撃墜数が60機以上必要となります。60機って、それもエースボーナス取得できる撃墜数なんですわ。しかし、このステージで敵を4機以上撃墜している場合、その必要数が60機から30機になります。減りすぎだろ。半分減るのはやりすぎ。さすがにこれを取得しない理由はないです。ということでいくら敵が硬くても、攻撃が当たらなくても、4機だけは絶対に落とします。接近を許したな。動きを読まれたか。ということで初代ガンダム。BGM がこれなのマジでいい。G ジェネ思い出す。スパロボ30の評価点その1ですよね。安室が初代に乗る。なおそんな初代ですが、さすがに機体性能は高くないです。
もちろんスーパーエキスパートプラス以外ではしっかり戦える機体ではありますが、この難易度についていける機体かと言われるとさすがに怪しい。HP が足りない。走行が足りない。火力が足りない。射程が足りない。まあ、仕方ないですよね。ちなみに初代は武装に連続攻撃というものを持っています。移動後使用でき、射程は2から4。攻撃力もそこそこあるので、使うならこれを主軸にして戦う形になります。まあぶっちゃけるとこれがアムロさんとの相性悪いんですよね。はい。アムロさんはあくまでも逆シャア仕様なので、基本的に上記はニューガンダムで考えられた性能。移動してなかった場合に攻撃後に移動ができる、ヒット&アウェイを素で持ってるあたりがまあ。フィンファンネル撃てって言ってる。この特殊技能が初代だと何一つ生きないので、さすがに相性はあまり良くない。おとなしくシャアからフルアーマー100式機をパクった方がいい。はい、そして連続攻撃以外の武装の攻撃力が低すぎて、本当にギラ動画が落とせません。他の機体の一番弱い武装でも全部落ちるけど、初代は落とせない。この状況きつすぎるだろ。気力が110あればこんなことには。とにかく1000ダメージ与えることができなさそうなので、いい感じに削るしかない。周りを落として気力を上げてから、とかやってもいいけど、そんなことしてるとアムロが落とす4機がいなくなる可能性などもあるし、時間もかかってしまうので、やはりなんとかして1ターン1機確実に落としたいところ。せっかく広域戦術警戒を使って全機に分析をかけてるんだ。1機ぐらい。な。お？ビッグブラストで残り HP324 の個体ができました。ついにアムロさん、落とせるぞ。倒せる敵から叩く。そこか。しかない。772ダメージではロタ。さすがにダメージ低すぎだってお前。煽ってますか皆様。3桁ダメージしか出せなくて、特急の介護をしないと敵を撃墜できないアムロさんなんか見たくなかった。とりあえずまず1つ。あと3つ落とせば OK です。リックドム落とした時みたいにやってくれないかな。それにしても逆シャアアムロが初代のビームライフルスコープを使うというこのカットインですよ。初めてこれを見た時、さすがに感動した。あ、こういうことやってくれるんだってなったよね。こういう部分は30周年って感じすごいある。殴られた後のあいつとかいうワードを用語辞典に載せるな。殴ってなぜ悪いか。なんで後ろ向いてんだよあんた。ということでアムロと出会ったがゆえにブライト、コウジ、龍馬が昔を懐かしみ始めました。10年前の友達とかと会ったら急に昔話始めるもんな。わかる。やっぱりもうこいつらただの友達やんね。ブライトはともかく、龍馬とコウジも10年の間全く会ってないってことは、ないよね。引きこもり幽閉されてたし、実際微妙なところよな。実際ゼータガンダムから逆シャアまでのカラバ在籍期間ぐらいしかないんじゃね？ほとんど時間なさそうだし、本当に10年ぶりとかあるのかもしれない。ということで徐々に敵が近づいてきていますが、レイアースなりコンバトラーなりで反撃できて削れてちょうどいい。一応マニュアル EXP は17式についてるので、そっちでも敵は落としていきたい。さて連続攻撃が使えるようになったので、ここからは問題なく落とせます。こいつはただの旧式じゃないぞ。これだけの攻撃ならばそこだ。直撃させる。撤退するしかないのか。バズーカ大好きアムロさん。
バズーカさえあれば何でもする男ですこの人は。弾撃った後とっさに敵に投げつけるの本当に好き。こういう連携攻撃的な武装の安室の似合い方すごい。ということでここまで全く触れてきませんでしたが、安室さんです。性能としては素のステータスが高く、さらにニュータイプもあるのでやはり命中率が高いです。ギラ動が相手に集中で頑張れば当てれないこともないぐらい。ちなみにこれできるやつ、底力なしでできるやつは自分内にはいません。まあそんな安室さんですが、やっぱり底力なしが気になります。結局ここ。と言っても安室さんは底力なしでも状況次第で当てられるので、多分他のやつよりは底力なしの影響は少なめかもしれない。直感は後で覚えてくれるので、対ボス戦などは問題なしです。ちなみにニュータイプ、ヒット&アウェイともう一つの特殊技能。再攻撃に関しては、まあこの縛りだとほぼ死に技能です。相手より技量が30以上高い場合、相手の反撃の後に援護攻撃を行うというもの。まず相手より技量が高くないのでおしまいです。一応エースボーナスで上がったりもしますが、それでも足りない。いい動きをしているが、ここまでだな。ここはこれが確実か。もらった。計にトラブルか。反撃もままならないとは。やっぱりシャアの戦い方はこうですね。射程外からネチネチやるのが一番いい。ちなみにこのゲームにはサザビーが出てきません。シャア相手サザビーが出ないスパロボも珍しい。まあ逆襲語だしな。でもこの世界観で、隠し機体とかだとしてもシャアが普通にサザビー乗ってきたら、なんか至る組織から非難されそうだよね。一応シンボル機だしあれ。世界最大の虐殺を行った人間っていうことがついて回ってますからねこの世界のシャアは。いっそのこと機体の色を金色に塗ったサザビーとかを出して。いやあいつクワトロがシャアって世界的に言ってたわ。無理無理。フルアーマー100式機械だったらセーフなんだろうかって気はしますけどね。ということで残り敵機体数4機です。まだアムロで2機しか落としてないんだが、このうち2機をしっかりとアムロで落としていく必要があります。命中率をざっと見たところ、指揮官、ジャミング込みで 40%、集中を使って 30% 上げ、戒めの風を使って相手の捨てを下げて 80% でしたが、まあ無事綺麗に外しましたとさ。反撃ギリギリで耐えてくれた。当てて欲しかったところでしたよここは。サポーターのポイントが15だったので、次ターンには20になってメイビー主任が使える。なので今ターンに落とせてればそのままもう1機落としてクリア、ってできたんですけどね。まあそううまくはいきませんよということで。とりあえず敵ターンに狙われてもいいようにしっかり HP を回復。そしてその後しっかり落としに行けるよう、ギラ動画の HP を削っていきましょう。連続攻撃が打てる状況なら3000ぐらいまでなら出せるので、そこまでギリギリにしなくてもいいかも。底力きつくなるし。まあ、赤くなるまで削っちゃったんですけどね。そして工事も精神ポイント切れで当てることができないので、今ターンは仕方なし。HP ギリギリのギラ動画を大量に用意するだけのお仕事を行っていきましょうか。とりあえず敵ターンに回ることが確定しているので、HP が減ったパープル2はしまう。パープル2のジャミングで命中率を上げるのは必要なので、しっかりと回復してきてくれ。ということでまずは命中率確認。結局一体は自力で当てて落とさないとだからね。命中補正的に一応連続攻撃よりビームサーベルの方が命中率が高いはず。落とせる敵がいたら配置を変えたいが。どうやら分析を使ったら落とせるようです。次の狙いはあれ。とりあえず集中をしよう。あとはパープル2を隣につけます。このゲームは一応距離補正があり、敵に近いほど命中率が上がります。
いや今ら赤いラムもう一個上に移動してたら指揮官効果最大にできたな。普通にミスったけど、71% なら許容範囲。近いか。あらば。行け。撤退するしかないのか。無事命中。しかし一個一個のカットインがかっこいいな初代。これだけしっかり作るならスパロボ A みたいに改造したらクソ強いみたいな機体性能が良かったな。さてそんなわけで現在アムロで3機撃墜済み。あと1機落とせば目的達成です。残りの1体に対してはメイビー主任で必中を使えばいいので、問題なし。残った敵を削り、適当に次ターンに送りましょう。もう1体は工事で落として経験値にしたいところだけど、必中使えたかな。さてそれじゃあアムロに必中をしよう。そして千鶴、リアンと応援が2人使えるので、アムロにも応援をしよう。これで一気撃墜しに行きます。戦うことでしか意志を示せないのか。やってみせるさ。このいけ。よし、あとは頼むぞ。ということでアムロで4機撃墜です。別に会話とかが発生しないので本当に OK？ って不安になるやつ。特に会話とか用意されてるわけじゃないんですよね。ここでさっきのアムロ絶賛の会話を置いとけよ。ということで最後は必中応援を使用した工事で撃墜。レベルも12まで上がりました。いい感じにレベルが高くなってきています。アムロさんは扉を開けた人らしいです。扉おじさん出てきそう。あ、機体パクられたヨナサンチス。それもウッソの機体なんだよな。生き生きしてるな龍馬と浩二。龍馬さんが楽しそうで何よりです。しかし一年戦争時代のアムロとマジンガー Z 時代の浩二はまあいいとして、月面戦争時代でも龍馬は普通にヤバめだったと思うんだが、こんな和気あいあいとしてる未来が来るとは思わない。完全20代の頃に戻ってます。20代後半から30代前半の男性を的確に表現してくるの勘弁してもろて。思った以上にあっさり反応のアムロ。まあお互い色々見てきてますしね。お父さんあんた相変わらずだよ。この人今三つ葉がリーダーだってこと完全に忘れてないか？なんか入手しました。なおこのゲームだとテムレイの回路は普通に強い。それアムロが改良加えてね。ということでクリアです。無事にアムロで4機落としたし、やることはやった感じ。そんなわけで今回はここまで。スパロボ30の動画としては今年はこれで最後になると思います。また来年も動画投稿だったり配信だったりを続けていくので、よろしくお願いします。ついでにチャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ここで中断とはいい判断だ。疲労はつまらないミスを生むものだからな。ゆっくり休んだ後で再開してほしいが、その前に一つ忠告がある。こんな戦いを続けていたら本気で人類は持たないぞ。では
君の帰りを戦場で待っている。